人生初の 5000m 歩への挑戦。平地の半分の酸素濃度で歩く山とは一体どんなものなのでしょうか。着きました。今回日本から出てやってきたのは中国の四川省にある成都市です。人生初の標高 5000m の山に挑戦するべくやってきました。今回一緒に 5000m 峰に登るのは登山道場の山岳トレーナーのミツさん、そして大食い系 YouTuber じゃなくて登山 YouTuber のこの私、ツアーコンダクターのマキさん、中国のコーディネータージェームズです。はい、こんにちは、マリアです。今回なんと中国に来ています。山をねいろいろ登るんですけど、その前にちょっと観光があったらパンダをね今から見に来ました。行ってきます。5000m という今までに登ったことのない高さまで登る前に、せっかく初めての中国なので少し成都観光をして回ります。パンダの自然の楽園と言われるこの場所のパンダにメロメロになりつつ、次にやってきたのは成都の名所の一つで、歴史と現代が絶妙に融合した成都の若者にも人気のエリアです。火鍋の素や美味しそうなご飯屋さんによだれが止まりません。ちょうどお昼時なのでここでランチにします。何かはわからないがシビ辛っぽい豚肉、四川料理は味付けがうますぎます。食後のデザートにこの謎の黒いゼリーを食べます。これ戦争ゼリーというもので、漢方食材としておなじみのもので、体から熱を追い出し整腸作用もあるので夏によく食べられるデザートらしいです。わかる。なんか変わったなんていう食べたことがない。薬っぽい。成都の観光を終えたらホテルに移動。今日泊まるのがこのホテルです。成都の雰囲気が存分に楽しめる5つ星ホテルで、1000年の歴史を持つ古いお寺に隣接し、中国の伝統的な中庭を囲むような構造の建物はまるで古き良き成都にタイムスリップしたようです。今日泊まるのがこのお部屋。何もかもかっこよすぎて映画のセットの中のようです。部屋のテラスからはすぐ隣の寺院が見えて、ホテルの中とは思えない景色です。ちょうどお腹が空いてきたので楽しみだった四川料理を食べに来ました。夕飯は火鍋です。乾杯。火鍋は中国の鍋料理ですが、四川の火鍋は唐辛子や山椒をたっぷり使ったマーラースープが特徴です。シビ辛料理が大好きなので、今回四川料理を食べられることをすっごく楽しみにしていました。結構辛いけどマーラースープのシビ辛の味付けが最高でうますぎます。これは豚の脳みそ、鍋でしゃぶしゃぶするそうです。スープの味が染み込んで白子みたいなプルプルでクリーミーな食感と相性抜群です。私が虫以外は何でも食べれると言ったら変わった料理を用意してくれて、これはウサギの肉です。鶏肉みたいにさっぱりしていて、何より味付けが最高です。激辛だけど香辛料のしっかり染み込んだ甘辛だれがマジでうまい。ご飯を食べた後はジェームズがみんなをスパに連れてきてくれました。ドリンクも30種類くらい飲み放題で、足湯にマッサージで登山前のリラックスタイムです。奥で苦悶の表情の私、痛いわけではなくて人に耳掃除されるの恐怖症のせいでビビり顔です。
次の日の朝食はホテルビュッフェ。食べ放題大好き女の胃袋の見せ所です。ヤムチャの種類も豊富で、自分好みの麺や具材でラーメンを作れたり、どれも美味しそうすぎて朝からすごい量になってしまいました。スープは水餃子にしました。スープの味もものすごく美味しくて、朝からいっぱい食べれて最高です。生徒観光を満喫した後はようやく山に向けて移動します。生徒から車で7時間ほどかけて今日泊まるチベット族の村へ移動します。夜10時にやっと到着。今日はここに泊まります。今からみんなで夕飯です。この鍋、四川料理と違って辛くないけどいろんなスパイスの味がして、今まで食べた鍋の中で一番と言っていいくらい好きな味でした。啊，可以可以，谢谢谢谢。把米饭有上。有啊。ご飯を食べたらみんな順番に明日登る山の安全祈願をしてもらいました。朝ごはんを食べたらすぐに出発します。今回登るシャーウーの山は四川省で最も高い標高で5018メートルの山です。結構標高が3000超えてるので、息がね慣れるまでしんどそうです。最近登山道が作られ、登山者が登れるようになった新しい山で、まだ知名度はないけど標高の高い山で比較的安全に登れるので、翌日の 5000m 峰登山の高度順応にもってこいの山です。ロン毛プラスケーブ帰りはしんどくはないけど歩きながら寝ちゃう。マリアさん、じゃやー。そろそろ目も覚めてきたと思うんでちょっと手だけが心配ですけどね。覚めてない。まだ。気づいたらフラフラしてフラフラしてる。いや、でも、すごいですね。綺麗ですね。綺麗ですね。頑張りましょう。はあ、明るくなってきた。めっちゃ綺麗。はあ、稜線がすごいけど、ちょっと凍傷が一瞬で冷たくなっちゃうから動画をね回せなくて、あと私は寝不足で歩いてる最中ほぼ意識なくてフラフラです。ゆっくりでも登れそうでよかった。寝たい、眠い。登山前日の到着が遅く、睡眠時間が2時間ほどしかなく、空気が薄いせいで意識が朦朧として、ほとんど寝ながら歩いているという違う意味でめちゃくちゃ辛い状況になってしまいました。やばい。これは高山病なのか眠気なのか分かんないけど、ちょっと歩いたら意識が飛ぶ。マジで眠い。やっと標高 4200m まで上がってきました。3日間徹夜した後みたいなほとんど気絶している状況で 4000m を超えました。
目の前には真っ白で綺麗な雪雲。ようやく太陽も昇って山頂までもう一息です。ゼブラセプラ私はゼブラ。オッケー。このないもん。ゼブラないんで発音。ゼブラ。お金出して名前みたいな気持ちを作ってはい、これからね、ここをね、登っていきます。ここ登った後、稜線をね、歩いて、山頂あっち。3連チャー、3連チャー。あ10秒、10、9、8。ここから登りが急になるので、さらに眠気が増して全然登ってこれない私。呼吸が苦しいけど頑張って登ると標識らしきものが見えてきました。山頂見えた。ちょっと寝不足でフラフラながらも頑張って5018メーターまで来ました。いや、途中何回か意識飛んでやばかったわ。あうわあ眠い。すごい眠い。あ来，恭喜你成功登顶下午贡达雪山，大喜得嘞！谢谢。谢谢。OK。山頂着いたよって言ったのに、実はここは山頂ではなく、本当の山頂は雪崩の危険があり登れないため仮の山頂を作ったらしく、実際の標高は4500メーターほど。ここからさらに登りたいと言ったのですが、危険だからやめた方がいいとのことで、今日は明日に備えた高度順応デーということで、ここでよしとしましょう。あそこ？あそこ行く？行きたい。今。行かないのか。あそこは行けるないといけない？行けると思ってたよ、山頂。あそこいや、私も向こうだと思ってました。でもここって10ここということで、明日に備えて今日は無理せず下山。やっぱり標高高いと息が苦しいけど、誰も高山病になることなく下山を開始できました。朝は暗くて分からなかったけど、降りたら牛がいっぱいいました。ワンタン。你们还是收拾，那东西一大堆。下盘是多少斤一过来是？好的。多少钱？
今日泊まる村はここ、明日登るチポ山に近いホテルに泊まります。お部屋はこんな感じで広くて綺麗で、今日は睡眠時間いっぱい取れるのでゆっくり寝れそうです。風呂がこれかとびっくりしましたが、ちゃんとしたお風呂場が別にありました。今から夕飯を食べに行きますが、標高が3000メーターあるので普通に歩いているだけで息が切れます。夕飯は明日の山でお腹痛くなると困るので辛くない料理。みんながイメージする中華料理って感じですが、味付けはやっぱり本場の中華うまーって感じのものばかりです。ラブ美味しい。やっぱ日本のやつと違いますね、味付けが。辛さは4分の 1？ まあまあ辛いね。でもそんなに辛くはない。饼子要烧等2分钟啊。おはようございます。からね、チポ山というところに登っていきます。今日はがっつり寝たので、昨日よりは楽だと思います。行ってきます。今から登るチポ山のスタートは3000メーター付近からで、標高5082メーターの岩山が山頂です。最後の山頂へはゴツゴツの岩場を登るルートなので、昨日のゆったり登山とは全く違った登りになるでしょう。今、朝の3時スタートで登っていきます。で今日はね、最高5000メーターくらいまで登る予定です。今日の登山、馬がいてびっくり。途中まで馬に乗ったり、荷物持ってもらったりもできるそうです。今で500メーターくらい上がるそうです。高度が上がってきて、結構ね、息がしんどいです。ずっとまあまあのスピードでランニングしてる感じの息苦しさ。喋ると一気に息が苦しくなる。あれ、明るくなったら景色が良さそうな感じです。目の前にベースキャンプが見えてきました。で、登るのが奥の山。ベースキャンプに着きました。ここでみんな馬を置いて、人は歩いて登ります。はい、欢迎。あ、谢谢。尾根に出てすぐにあるベースキャンプに到着。ここで休憩してから稜線をずっと歩いて山頂まで向かいます。我们这里吗？哎，对。はいはい。滑りそう。入って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 。あ、焚き火してる。お疲れ様です。はい。はい。后面还有很舒服的位置对吧？哪点出来的？可以出发了。我们等一下啊，对不起，开玩笑开玩笑。这边把マリアさん、そろそろ日本のものが恋しいでしょ。ありがとうございます。あ、気がかめ。2人につないでもらっていい？
それじゃあ BC 出発していきます。凍傷になった指はなるべく冷やさないように気をつけて登っていきます。朝日が昇って今から登る山の全貌が見え始めました。昨日のなだらかなシャーウンの登山と違って雲の奥には今日の目標の標高 5000m のゴツゴツしたかっこいいチポ山の山頂が見えます。今ちょっと緩やかな道を歩いていますが、呼吸が本当に苦しくて思いっきり吸わないと心拍数が上がりすぎてめっちゃしんどい。後ろはねガイドさんが歩いてくれてますが、ちょっとホワイトアウトして太陽が見えなくなっちゃいました。私の後ろにいるチベット族のガイドさんがこの標高でも余裕そうなのは標高 3000m で暮らして毎日 5000m 峰のガイドをしているので、高度順応のレベルが私たちとは桁違いだからです。もうすぐ C1 キャンプ1です。息がマジで苦しい。思いっきり吸わないと歩けない、本当に。目の前にベースキャンプが見えてきました。ベースキャンプじゃない、C1。なんかその横の景色がすごすぎて、でもそこ一回降りて向こうだったら登れそうな感じしますよね。登ってる人いないらしいですけど。このテントみたいです。うわ、すごい。お疲れ様です。哎，休息一下。吃点东西补充一下能量。关键是喝点水。補充一下能量。吐けばいいってことね。はい。はい。那个带。作弊吗？对，回传。何什么？你们是不是你们穿上就晓得了，我给他查啥子。 ？ATV 他们想用自己的，我们不想用。哦，我们自己没有带来。我们两个 ATC， 他是教人家爬的，他是领队，我知道大概。じゃあ今から山頂を目指して登っていきます。もうすでに息がね、何もしないのめっちゃ苦しい。4300m ぐらいです。今4300ちょっと。行ってきます。まっすぐ行ってあの岩場を登るんかな。マジで息がしんどい。今日は苦しいけどゆっくり進めばいけそうですね。高山病の症状とかはないんで。
ほんと空気薄い。モンブラン登った時が4700ぐらいだで、今日が5000、記録更新ですね。標高のそこまで息がどれくらい苦しくなるか。今から岩場をね登るんで、チェーンハーネスとか全部つけて登っていきます。そうだ、今。そこで休憩したい。マジ4000超えると結構大変なんかもしれん、私は。しんどいですね。しんどいです。でもめっちゃしんどい。めっちゃ笑顔が出てるから多分大丈夫ですね。あと標高で500ぐらい。息が苦しくて。そう、今4600ぐらいなんで結構苦しいですよね。僕も苦苦しいんで。しいです。さあまあでも一歩一歩刻んでいけば30着くんで。怠け者方式でゆっくりそうそう、ゆっくりが進めばそう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 。ゆっくり、あんまり止まんない方が楽なんでね。よし、頑張りましょう。で今いる場所が4600メーターぐらいで、あと500メーターほど上に登ります。このね、上が山頂。ガイドさんがなんか言ってるわ。マジで息がしんどい。ほんと息苦しい。高山病の症状は何もないけど、とにかく息が。とはいえ、モンブラン登った時もね、こんくらいしんどかったんで、多分ね、高所がね、苦手なんだと思います、多分。4700メーター超えました。ここからはね、私が登ったモンブランよりも標高が上がるので、本当にね、息がしんどいけど、ゆっくり吸ってゆっくり吐いて、思いっきりゆっくり動けば心拍数が上がりにくいから、300メーターぐらいかな。見えるかな、あそこ。岩場をみんな登っていってる。でも高所ね、慣れてきたかも。息の吸い方が分かってきた気がする。しんどいけど。息をね、整えないと前に進めない。クライマーズハイな気がする。なんかね、途中から高度順応がうまくいきだしてからめっちゃ楽しい。しんどいけど、だってやばいよ、後ろのね景色が。見てこの中国の山、やばすぎん。こんなとこのさ、もう4800近い標高さ、このめっちゃ空気薄くてしんどいのにさ、登ってるってだいぶいかれてておもろいというか、最高じゃねって感じですね。あとシェルパっていうか、このチベットのね
山岳ガイドの人たちが高所で生まれて高所で育って毎日のようにこの薄い空気の中ガイドしてるからね、全然息上がってない。やばいよ、強すぎん心臓。でも高度順応って遺伝じゃなくて順応らしいんで、1年とかね、多分同じ生活したらね、半くらい強くなると思うよ。めっちゃおしゃべりしてるもん、後ろで。ちょっと喋ったら息がやばい。みんな先について待ってるわ。はあ、哎，二娃，绿色叫他小心点啊。岩場をどんどん登っていきます。有，那你有多少的？あら、もうちょっと登ったらもっと険しくなるから紐つながなきゃいけないらしいです。不要放，不要放，左手不要放那个上升器啊，他不想用了，啊！他不想用了。但是要推哦，但是要推，他不走。哎，对对 ，OK。もうあとすぐそこが山頂です。はあ、息が本当に苦しい。ちょっとクライミングしても息がさ、はあ、よいしょ。はあ、慢点，慢点。哎呀，我们这好冷啊！着いた。はあ、息しんど。天頂に着きました。5086メーターです。はあ、やばい。Come on. メダルがもらえる。チポ山5086メーターに登頂しました。日本にも巌流の山はたくさんありますが、標高が5000メーターを超える山々が遠くの方まで存在しているこの景色は、ここ中国でしか見れないものです。恭喜我们的日本朋友全都登顶了，阿西里。好，谢谢。OK。
頂しました。5086メーターです。おめでとありがとうございます。ありがとう。岩場の下山は懸垂加工でおります。登山開始からここまで10時間ほど、登山口まではまだまだかかりそうです。休息。来这儿快打，追上打。岩場を降りたら天気が崩れて雪が降り始め、だんだん視界も悪くなってきたので急いで下山したいところです。実は下山でシャリバテでフラフラでかなりやばい状況になったりといろいろありましたが、下山翌日生徒に帰って夕食です。本当はもう一つ山に登る予定が想定外の過酷な下山になり、全員疲労困憊で生徒に戻ってゆっくりすることになりました。疲れた体を癒すべく美味しい四川料理を食べに来ました。見るからに辛そうですが、明日山には登らないのでお腹に来ても問題なしということで、うま辛料理を存分に味わいます。カエルやドジョウ、ザリガニ料理とジェームズが変わった料理をたくさん頼んでくれて、日本ではなかなか食べられないものがずらり。花椒のしびれる辛さと味付けが本当にどれも美味しく、日本に帰ったらかなりこの味が恋しくなりそうです。次の日はまた生徒観光で中国の伝統芸能変面、顔のお面が次々変わる演劇を見たり、寺院に立ち寄ったりと大満喫しました。はい、ということで無事ちゃんとね 5000m 峰に登ることができました。で、今回中国の山に登るきっかけになったのが、登山道場のみつさんが 5000m の山中国で一緒に登らないかって声かけていただいて、もう即答で絶対行くって言って一緒にね登らせてもらったんですけど、最初に登ったシャーウーはルート的には簡単で、なだらかな道をずっと歩いていくって感じなんですけど、やっぱり標高が高いと本当に空気が薄くって息するのもしんどくて、もうねずっとはぁはぁって感じで、息を思いっきり肺がこうもう膨れるぐらい思いっきりってしないと呼吸が整わなくってもう前に進めないぐらいの状況で、しかも睡眠時間が2時間しかなくて、ちょっと観光もして山にも登るっていう日程で予定を組んだので、向こうに着いて寝たのが確か11時半ぐらいで、起きたのが1時半で、2時にもう泊まってるところを出発して、3時には登り始めるっていう感じだったので、本当に睡眠時間が少なすぎて空気薄いからもう意識が朦朧として、本当もう寝ながらもう膝カクンってなりながら登ってるみたいな、別に危ない場所はなかったんでね、眠りながらでも登れたんですけど、あれはなんかいろんな意味でしんどかったけど、シャオウーの景色が本当に綺麗で、前の斜面がね全部ねバックカントリーで滑れるくらいね滑らかなこの雪の斜面がこうバーって広がってて、あれは今度ね絶対スキー持って一緒に行ってくださいってね、ちょっともう登山道場の方にお願いしてるんで次回はシャオウーでバックカントリーをしに行きたいと思います。でシャオウーはね、実際には 5000m の山頂までは雪崩がこの時期ひどいから登れないって言われて、なんか仮の山頂みたいなのがあってなんかそこ中国らしいなって思ったんですけど、4500、600ぐらいの標高でもうここが山頂ですっていうの、でも実はね本当の山頂は向こうなんだよって言われて、全員ここが山頂だと思ってたから、なんか上あるからおかしいよねって話してたらそういうことだっていうのも現地に行ってから知ってね、実際の、5000m には登れないけど、翌日のね高度順応も含めていい山だったなと思うので、それは良しとして、チポさんは本当にね登るのが楽しかった。1日前に登ったシャオウーとは全然違って、最初はなだらかなんですけど、最後の方ね岩場登ったりとか
いや見える景色も全然違って、周りに本当に 5000m 方がゴロゴロあるような景色がブワーって広がってて、うわあの山も登りたい、うわあっちの山も登ってみたいみたいな言いながらずっと登ってましたね。今度来たらあっちの山に登るんだとか言いながら。で山頂もやっぱり本当に息が苦しくって登るのも大変だったんですけど、もう高度順応がだんだんできて、岩場のちょっと手前くらいからすごい動けるようになって、結構ね普通のペースで登れるようになったけども、山頂の方はね空気が薄くて結構大変でした。で下山の映像が全くないのは、下山がね本当に大変すぎて、途中で全員本当はチポさんと同じくらいの往復9時間ぐらいで戻ってくる日程だっていう風に聞いてたんですけど、実際に登ってみたら19時間下山までかかって、で私は途中シャリバテで動けなくなってガイドさんが、私がフラフラしながら歩いてるから荷物持ってあげるよって言って先に行っちゃったんですよね。で行動食食べれなくっても本当気力で降りるしかないみたいな感じで、本当 4,5 時間フラフラな状態でもう歩きながらで、視界も真っ白で全然見えないから、あとどれくらいの距離歩くのかも感覚も全然わかんない、ただひたすら頑張って歩くみたいなね、本当今までの多分登山のトップ5に入るぐらいしんどい下山でした。もうで手も結構凍傷の影響でこう冷たくなっちゃって動画を撮る余裕もなくて、もう、下山の動画は残ってないんですけど、そういう感じだったんですが、でご飯がねとにかく美味しかった。四川料理が本当に味付けは私シビ辛大好きなんで、もう何食べても美味しくって、もうこれがザ中華っていうイメージのご飯でしたね。やっぱり日本で食べる中華とね、やっぱ辛さとかも香辛料のこう入ってる量とかも全然違うと思うんで、味付けも本当に美味しくって、もうまだ帰りたくないっていうくらいご飯をねもう食べ尽くしたい中国の。で今回、中国の山登るにあたって結構心配なことが本当はあって、やっぱりなんか SNS とかで見てる情報だと中国イコール治安悪い怖いみたいなイメージがあったんですけど、実際にね行ってみると、その行く都市によってやっぱりちょっと違うみたいなんですけど、私が行った生徒はみんな結構本当に中国の方も親切で、全然そんな日本人に対してこうなんかすごい冷たい態度を取られるみたいな、特にジェームズのコーディネーターがね一緒にいてくれたからっていうのもあると思うんですけど、全然ねなんかそういうのを感じることもなく、普通に観光も楽しんで、やっぱり行ってみるのと行く前からこう想像してるのって海外って違うなっていうのはね、留学してた時も思いましたし、やっぱり今回中国行ってから行ってもすごい思ったし、行ってよかったなってそこはね思いますね。で今回登った山をそのなんで 5000m 方登りに行ったかっていうと、登山道場でこの中国のね 5000m 方に登るツアーっていうのをやるみたいで、その下見に今回一緒に同行させてもらったっていう感じで、なんで皆さんがね登りたいってこの映像を見て思ったらね登れます。10月と、来年にもこの中国のね私が登った山に行くツアーが開催されるので、今回行程が結構、特にチポ山19時間歩いたとか言ってたんですけど、実際にツアーで行く場合は今回下見で行って日帰りはきついなっていうのが分かったんで、ツアーで行く際にはもうちょっとね行程を長くしてテント泊で泊まったりとかして登るそうですが、詳しい話はね登山道場の YouTube 動画があるので、そっちで詳しく解説しているので、それを見てみて行きたいと思った方はね、ちょっと興味ある方はそっちを見てみてください。で今後も登山道場の方と一緒に中国のもっと高い山 6000m だったりとか、もしかしたら 7000m 方とか一緒に登るかもしれないので、今後ねトレーニング、ロープのトレーニングとかを一緒にすることになったので、今後もね登山道場のミツさんとかがいろいろ動画に出てくれるというか、私のね修行に付き合ってくれるみたいなので、今後もねロープトレーニングの動画とかもちょっと上がるかもしれないんですけど、またいろんな山に登っていくので楽しみにしていてください。ではお疲れ様です。